突然ですが、皆さんであれば春といえば何の季節かわかりますか？そう、のっこみシーズンです。こののっこみは主にマダイやクロダイで使われる言葉ですが、今日はクロダイののっこみシーズンについて解説します。そして、もちろんのっこみだからといってどこでも釣れるというものではありません。この動画ではのっこみシーズンのクロダイの特徴や狙うポイントを解説していきますので、銀色の綺麗な魚体に出会うためにも最後までご覧ください。ということで本日の結論です。濁りのタイミング。これから春クロダイを解説するにあたり、冬クロダイをおさらいしながら一緒に勉強していきましょう。それでは本日の目次です。冬クロダイのおさらい。春クロダイの特徴。クロダイの狙い方。クロダイを狙うポイント。動画の最後には特典パートとしてクロダイで特にフォーカスされがちな匂いについて解説したいと思いますので、最後までご覧ください。冬クロダイのおさらい。それでは春クロダイの前に冬クロダイからおさらいしていきましょう。まずクロダイが活動できる適水温は10度から30度で、陸から狙う魚としては最も幅広い適性があります。そのせいか、夏のよどんだ海でも泳いでいる姿をよく見るため、美味しくなさそうというイメージがあるのかもしれませんね。ところで、クロダイが好むポイントについて何と解説していたか覚えていますか？それはクリアな水質ではなく、若干濁りのあるポイントです。こちらは冬クロダイで解説していますので、ぜひご覧になって復習してみてください。春クロダイの特徴。それでは春のクロダイにはどのような特徴があるのでしょうか？基本的に冬場の低水温期は適水温の幅が広いクロダイといえども、水温が安定する深場に落ちている状態です。それが春になると産卵を意識した個体が浅場まで上がってくるようになります。ちなみにこの浅場に上がってくるクロダイは、イツキの黒ずんだクロダイと違って体に傷が少なく、緑がかった綺麗な銀色をしているのが特徴の一つです。このようなクロダイが釣れた場合は、臭みもなく非常に美味しいので、持ち帰って食べることをお勧めします。さて、この産卵は早いところだと2月頃から始まるとされていますが、地域によって大きく異なって、暖かい海域の方が早いイメージですね。そしてこの産卵を意識した魚たちが深場から浅場に移動してくることを乗り込んでくるという言葉を語源としてのっこみと言います。なぜのっこみの時期が話題になるかというと、産卵前に栄養を蓄えるために荒食いが始まるからです。つまりマダイやクロダイを狙っている人たちにとって最も暑い季節ということですね。ですから、この時期は初心者でもクロダイを釣れる可能性がとても高くなります。ちなみに、クロダイによく似たキビレの産卵は秋なので注意してください。クロダイの狙い方。では、のっこみのクロダイはどのように狙えばいいのでしょうか？実のところ、これだけのっこみだ、荒食いだと言いながら食い込みは悪いです。そして、春の餌の豊富さが釣り人を惑わせる要因となっています。その餌というのが、ハク、チアユ、バチなどのいわゆるマイクロベイトと言われる餌です。これらの餌は春のシーバス釣りなどでよく耳にする餌なので、馴染みのある方も多いと思います。つまり、このようなベイトを捕食しているときは、カニなどのクロウ系の餌に反応しなくなってしまうことがあるということです。ですから、用意するルアーとしては、まず小型のクロウ系ワーム、これは必ず用意してもらって、それとは別にメバリングで使用するような小型のミノーやワームを用意しておくといいかもしれません。クロダイを狙うポイント。では、のっこみだからといってどのポイントでも釣れるのでしょうか？もちろんそういうわけにはいきませんので、具体的に説明していきます。まず一つ目のポイントは、湾道や港内の奥側など流れが少ない場所です。一般的には潮の流れがある場所の方が釣れやすいとされていますが、潮が動く場所よりは
緩い場所の方が溜まりやすい傾向があります。その理由の一つとして、クロダイは警戒心がとても強い魚だからです。夏場のクロダイを見ると想像しにくいかもしれませんが、人の接近など異常を感じると、他のどんな魚よりも胃の一番に逃げるそうです。イツキのクロダイは戦いの後みたいな迫力がありますけど、意外ですよね。特に冬の低水温期はプランクトンが生息できないため、水質がクリアな場合が多く、これが異常に気づかれる原因になっています。そのため、クロダイは濁っている海の方が好みだということです。ちょっと違うかもしれませんが、生活感のないモデルルームよりは、ちょっと散らかった生活感のある部屋の方が過ごしやすいですよね。いずれにしても、ワンドなどで若干よどんでいる方が、クロダイは活発に活動している上に、ルアーなどを見切られにくくなるということです。次に、2つ目のポイントは、堤防の際に沈められたステイシやミオスジになります。まず、堤防は足場も良く、エントリーも簡単なので、初心者の方にはおすすめです。そして、深場に落ちていたクロダイは、船の通り道であるミオスジの駆け上がりや、ステイシの際に沿って移動していると考えられています。そのため、あまりクロダイ釣りをやったことがない、もしくは全くやったことがないという初心者の方に特におすすめの場所です。そして3つ目は、おすすめというか絶対に外せないポイントで、モバと言われる場所となります。ここまで何度も触れているように、ノッコミのクロダイは産卵のために浅場に上がってきます。そしてその産卵場所となるのがモバとなるのです。以前の動画で解説した春のエギングと同じポイントを攻めるような形になりますね。そのため、どちらかといえば、浅い深いよりも藻が生えているか否かを基準にした方が、クロダイに出会える可能性が高くなるということです。最後はポイントとは違うのですが、必ず押さえておきたい濁りについて説明します。この濁りについては、クロダイの警戒を解くとともに、ルアーなどを見切られにくくするとお話ししました。そして、この濁りが発生する条件の一つとして、春一番がポイントになってきます。関東では2月の中旬に春一番が吹いたとニュースになっていましたね。この春一番を風速や風向きという点で説明すると、風速8メートル以上の南寄りの風となります。この南寄りの強い風が暖かい海水を運んできて、さらに海底の砂や磯目などの餌も巻き上げる形となるのです。ですから、南寄りの風が吹いた後の海は絶好のチャンスなので、兆候の判断材料の一つとしてみてはいかがでしょうか。今回のまとめです。さて、この春になると、クロダイは産卵のために深場から浅場に上がってくるようになります。これは一般的にノッコミと呼ばれ、釣り人たちが心待ちにしていた季節です。とは言っても、水の中はまだまだ冬の海であることが多いので、ワンドやモバなどしっかりとポイントを選んであげることが必要となります。そして南寄りの暖かい風が吹いた後は濁りも入って絶好のクロダイ日和となりますので、この動画を参考にクロダイを釣り上げてくれる方が出てくれたら嬉しいです。それでは特典パートです。今回はクロダイでよく言われる匂いについて解説します。まず、クロダイが臭い主な原因は食べ物だとされています。クロダイは雑食性のため何でも食べるようですが、港湾部に生息するクロダイの主食は意外と呼ばれる黒い貝となります。それがさばいた時の内臓から強烈な匂いを発しているのです。そして体表の鱗の間に入り込んでいるぬめりも匂いの原因の一つとされています。しかし、この独特の匂いが好みだという方もいらっしゃるようですし、刺身や香草焼きなどご自身に合った美味しい食べ方を探してみてはいかがでしょうか。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。